ジャニーズ事務所の無能さはすごいですよね。被害者とちゃんと向き合って解決するっていうのを先手を打っていれば、そこまで問題大きくならなかったと思うんですよ。被害者が、いや、こいつらと話しても拉致は買わねえわとか、問題を大きくした方がいいわっていうふうに思ってしまうだろうなっていう構造を1手目でやったんですよ。だって、あなた嘘つきですよね。被害って言ってるだけですよねっていうのを被害者に対して言ってるわけじゃないですか。あんた嘘ついてんじゃないのっていうのを今も出してるんですよ。大塚家具の姫のようなひろゆきさん語る無能経営者列伝が好きです。最近そんな無能経営者いますか？ジャニーズ事務所の社長と副社長の無能さはすごいですよね。いや、あの問題はもうちょっと前にちゃんとやってれば、解散までいかなかったとしても、やりようはあったと思うのに、なんでこう、後手後手でいって、結果として、もう解散しますみたいなことになっちゃうのかなっていう。だからそういう意味でいくと、メリーさんがやることになって、で、その、スマップを追い出して、飯島さんを追い出したっていうあたりから、要はその、優秀なスタッフと優秀なタレントを追い出すっていう時点で、優秀なスタッフと優秀なタレントは、ここで頑張り続けても俺の先はないぞっていうふうに分かっちゃうんですよ。要は、優秀だから追い出されるってなっちゃうと、あ、優秀じゃない方がいいよね。なので、今の、あんまり頑張らないでダラダラしてた方がいいよねってなっちゃうんですよ。で、優秀な人は、じゃあ逃げた方がいいよねっていう形で、滝沢さんみたいに逃げちゃうみたいなことになっちゃうんですよね。っていうので、結果として、ジャニーさんが亡くなった後、長期的にはこういう構造になってるよねっていうのが、時間の問題で起きるのが、結果として思ったより早かったよねっていう話だったんじゃないかなと思いますけども、はい。ジュニアっていう構造があって、そこから若手が輩出されます。で、ただそこを育てるという能力っていうのを、ジャニーさんと滝沢さんが持ってたんですけど、その2人がいなくなりましたっていうので、ある種長期的に積んでた部分があるんですよね。で、じゃあその被害者問題っていうのができたときに、じゃあその被害者とか対し、ちゃんと向き合って解決するっていうのを先手を打っていれば、そこまで問題大きくならなかったと思うんですよ。で、カウアンさんが言い出して、で、カウアンさんが、メリーさんにジュリーさんと、あと、PR 会社の嗣原さんと一緒に3人でやったときに、本当にそういうことがあったのって疑われたんですよね。で、心の中で思うのはいいんですよ。要は、自分のおじさんが性的な加害をしたかどうかっていうのが、本当にやったのかどうかわからんっていうのを知りたいという気持ちはわかりますと。ただ、被害者に言っちゃダメでしょ。要は、被害者にそれ言って、被害者が、いや、やれてないっす、嘘っす、嘘っすって言うわけないでしょ。なので、嘘ついてるかもしれないって思ったとしても、それは口に出しちゃいけないんですよ。だって、あなた嘘つきですよね。被害って言ってるだけですよねっていうのを被害者に対して言ってるわけじゃないですか。で、あ、それは明らかに失礼だし、揉め事が余計ややこしくなるよねっていうのを、ジュリーさん本人も分かってないし、PR 会社の社長をやってたサニーサイドエッグの、嗣原さんも分かってないっていう時点で、あ、ここはダメだなって僕思ったんですよ。要は、同じ問題をどんどん広げちゃうんですよ。被害者が声を上げたときに、その被害者に向き合って問題を解決しようというのではなく、その被害者が、いや、こいつらと話しても拉致は買わねえわとか、問題を大きくした方がいいわっていうふうに思ってしまうだろうなっていう構造を1手目でやったんですよ。で、案の定その被害者の会みたいなのが出て、で、被害者の会もうさんくらい人がいっぱいいるんですよ。で、それはそれでどうなんだと思うんですけど、ただ、うさんくさい人であっても、内々に問題を解決していって、被害を口に出す人を一人ずつ減らしていくっていうのは、1600億円あったらできるんですよ。要は、ぶっちゃけ文句言うやつが200人いたら、1人1000万円払えば、もうそれで20億円で解決じゃないですか。1600億円あるんだったらその方が安いんですよ。だからもちろんその中で嘘ついてるだけのやつもいると思いますよ。でもそれよりも問題を解決するんだったら、ごねたやつがいたとしても、もうここは1000万円黙って払っちゃいましょうっていう、長期的な解決っていうのより、あんた嘘ついてんじゃないのっていうのを、今も出してるんですよ。被害を加え、主張する人の中には、なんか信用できない人がいますみたいなリリース確か最近出したんですよね。だから、あ、考え方全く変わってねえわと思って、
らそういう意味で、この人たちは事情能力ないから無理だなっていう。なので、やっぱね、2代目とか3代目はね、無能が多いんですよね。小池百合子さんが実施している無担保無保証1500万円外国人融資事業ってどんなメリットがあるの？その外国人の人で無担保で1500万円出しますっていうので、で、外国人なので別に取り立てっていうのも物理的にできないよねっていうので、で、確か去年かなんかに1回これが話題になって、で、百田さんとかが騒いでいて、で、都議会の議員さんとかもいろいろ調べた結果、これもう事実上凍結になるので、融資にもうこれ以上になることはないので、実質的にはもう解決ですみたいな話になって、そうなんだ、終わったんだっていうふうに思ったんですけど、なんかさっき都議会議員の上田さんっていう、確か上田さんっていう方が調べたら、融資実績増えてんじゃんみたいな。令和4年でゼロだと思ったら、なんか年度末にいきなりなんか滑り込みで融資してんじゃんみたいなのがあって、なんでやってんじゃんみたいなのがあったんですけど、で、メリットがあえてあるとすると、外国人の人はお金を借りるのがすごく難しいです。で、お金を借りるのが難しい人でも借りれるようにして、事業をすることで、そこでお金が回るんだったらいいんじゃないですかっていうのが、多分、メリットなんですけど、それ日本人がやればいいんじゃねえのっていうふうに思うんですよね。あの、外国人でも労働者を入れた方がいいのではないかという議論はちょこちょこあるんですけど、僕は日本ではそれは反対派なんですけど、まず、永住を日本人、日本に外国人が永住するのはすごく難しいです。要は、技能実習生みたいな形っていうのも、数年いたら帰ってくださいっていう仕組みなんですよ。で、数年いたら帰ってくださいっていう形でお金を稼ぐってどういうことかっていうと、例えばじゃあ月給30万円ですってなった時に、日本で生活するので、5万円ぐらいは使いますよと。寮とか食費とか。で、いろいろなんか費用も入れて、で、20万円ぐらいは自分の祖国に送ります。なので、人を雇いました。30万円のお金を払いました。で、10万円は確かに日本に落ちるんだけど、20万円は外国に行ってしまいます。それが5年間続きます。で、日本人を30万円で雇った場合は、その日本人が日本で食費も使うし、じゃあなんかデートに行くかもしれないし、子供を育てるかもしれないし、日本の中でその30万円が使われるんですよ。で、使った30万円を受け取った、じゃあ飲食店だったり、っていうのところが売り上げになって、で、それがまた給与に回ってっていうので、その発生したお金がぐるぐる回るっていうので、お金が回るということが経済が回るということなので、日本人に対して払う30万円と、外国人に対して払う30万円って、その後のお金の生き方が全然違うんですよ。それが何回転するかっていう回転率の問題なんですけど、で、そのヨーロッパとかにも外国人いっぱい住んでるじゃん。あれ回ってるんだからそうなればいいじゃんって言うんですけど、あれがなぜ起きるかっていうと、例えばオランダ人の人がフランスに住みました。で、フランスに住んで、フランスで生活して、フランスにお金が落ちて、で、オランダにお金が落ちたとしても、EU としての共同体なので、結果として EU のどこかにお金が落ちてるんですよ。なので、例えばじゃあ、ギリシャがお金がなくなりましたとかってなると、EU として、じゃあギリシャ助けるよってお金払ったりっていうのもあったりするので、なので、ある種経済共同体なので、ドイツの人がオランダ人にお金を払って、オランダの家族に送金したとしても、そこは EU の枠で考えると、同じところをぐるぐる回ってるっていう話なんですよ。で、日本の場合は残念ながら、日本に住むわけではなくて、じゃあ5年、10年経ったら、じゃあインドネシアにしちゃったらインドネシアに戻ります。で、そこの技術を使ってインドネシアで会社を建てますと。で、そうすると、仮にじゃあ日本で輸出をする会社です。で、そこのじゃあ10年間働いて技術を覚えてもらいました。そのインドネシア人がインドネシアに帰って、同じ技術で同じ仕事をし始めました。インドネシア人の方が給料安いです。で、輸出をしたときに、同じ質のものがアメリカに届いたとき、インドネシアの3分の2の価格で買えるものと、その3分の1ちょっと高い価格の日本のもの、どっちを買いますかってなると、インドネシアのもの買っちゃうんですよ。なので、技術移転をして、結果としてインドネシアの売り上げになって、日本の売り上げが下がるっていうので終わるんですよ。なので、その技術研修生という技術を移転するという制度自体が、日本人に技術を移転して、日本の中でじゃあ、その高齢者の人がもう技術移転するわって言って、若い人が事業を立ち上げました。で、高齢者の会社が潰れました。でも、若い日本人の会社が同じように商品を売って売り上げを回してるんだったら、日本国内としては一緒なんですよ。
古い会社が潰れて、その会社の従業員とか大変なことになるけど、同じ量の売り上げが新しい会社に行くから、日本の中ではゼロサムなんですよ。で、むしろその若い人が技術を高めているので、結果としては海外に対して売り上げが上がるかもしれないっていうので、進化する可能性があるんですけど、その技術を海外に移転するとか、お金を海外に移すっていうのは、どんどん日本のお金が減るんですよね。で、その日本が今やべえなと思ってるのが、要はアメリカがアメリカの米ドル預金をすると年で 5% の利子がつきますっていう状態で、じゃあ、今これからニーサとかで投資を大国にしましょうって日本がやってるんですけど、じゃあ、投資大国にしましょうっていう時に、100万円分、じゃあドルでいくと、ややこしいな。150万円分投資します。アメリカで言うと1万ドルね。で、それをどこに投資しますかってなると、日本に投資してても、せいぜい 1%、2% しか増えないんですけど、で、さらに株で 1%、2%増えたらいいんだけど、株って下がるかもしれないじゃないですか。でも、1万ドルを銀行の定期預金に入れたら5%確実に増えるんですよ。ドルでね。なので、さらにこれから円安がずっと続いてますってなるとすると、金利 5% が別に148円が150円になって、為替でまた 1% くらい得したりするんですよ。っていうのがあって、為替で得もするし、利子率で得もするから、それだったらアメリカのドルに投資した方がよくねと。で、会社に投資するんだったら、日本の 1%、2% 成長よりも、Google とか Apple とかの 5% 成長している会社に投資した方が、それは為替で得するかもしれないし、株価も得するかもしれないから、ドル一択でしょってなっちゃうんですよ。もちろんユーロでもいいですけど。ってなると、日本人のお金を持っている層は、日本円をどんどん海外に投資するようになるんですよ。で、海外に投資して、海外で売り上げは、日本人が利益を上げてるから、GDP の数字上でいくと、それなりに資本収益が得てるから、日本人得してるなって思えるんですけど、海外に投資をして、海外の技術が進歩するので、日本人の雇用は減り、日本の技術力も上がらないので、結果としてお金がどんどんアメリカとかインドネシアとかばっかりで回るようになるんですよ。っていうので、どんどん日本が貧しくなっていくよねっていう状況を、今、日本政府が頑張って推進しています。で日本政府じゃなくて、小池百合子さん、東京都も推進しています。なので、そういう国なんですよね。で、どうしたらいいのってなると、もう海外に投資した方がいいんじゃねえのっていうのが一択になっちゃうんですよ。でね、そういう流れ自体は僕は分かってたので、アメリカの会社に2015年ぐらいからやり始めていたりとか、で、2015年ぐらいからヨーロッパに住んでたりっていうので、日本ってそういう国になるよねっていうのを、予想通り高みの見物で、本当に予想通りになったっていうふうに見ている